どうも島岡です。ペットのミショだよ。動画を始めて1ヶ月が経った。コメントや高評価や応援が、続ける意欲になってる。ありがとうだよ。ありがとう。今回は、2026年春アニメ、1ヶ月経って、知った作品と切ろうか迷っている作品。今は4話くらい？そうだな、4、5話が多いかな。視聴停止している6作品はこちらだ。1話見たシリーズの動画で、1話できるかもって言ってた作品もあるね。そう、だからその3作品はざっくりとにする。メイドさんは食べるだけ、はタイトル通り、食べているだけだった。作画は綺麗だし描写が丁寧だが、食レポ中心の話作りで、可愛い女の子が可愛いことをするのを見たい人用で、自分向けじゃないと感じた。前クールの綺麗にしてもらえますかと同じ空気を感じる。次は、コメカミッガールズ。前半15分の本編と後半3つのミニコーナーという斬新な構成。本編は散漫な印象で、ミニコーナーは昔の教材みたいだった。微妙に素人が作った感もあって見続ける気になれなかった。弱々先生は、弱すぎゆえの気候を勘違いされて、怖がられている先生の話。日常生活に支障が出そうなレベルの弱さなのに、見た目はキチキチで突っ込みどころが多すぎた。誤解され系はある程度誤解されても仕方ない、という納得感がないと笑えないので難しかったな。次は1話でやめようかと思ったけど、展開が変わるかもと期待した2話切り作品、2D ガールオーバードーズ。2話も1話と同じ感じだった。エピソードの切り張りみたいな演出は嫌いではないのだが、バラバラな場面からストーリーの骨みたいのを、自分は見つけられなかった。雰囲気だけを味わうには、多分ジェネレーションか感性が合わなかった。次は3話まで見た、カナン様はあくまでちょろい。これは、男の子の幼児くんを気に入ってたよね。そうなんだ。幼児は、ツンツンしたカナン様のヘイトを緩和してくれてバランスが良かった。しかし、2話になっても、カナン様生きる。幼児は気にせずカナン様への愛を返す。カナン様焦る。これの繰り返しで飽きてきてしまった。でも2話で新キャラ来たよね。そうそう、アミというお世話係の色っぽいお姉さんが魔界からやってきた。そこで、魔界の後継者として幼児を食べることをせっつかれる、みたいな展開があるかと思いきや、アミが二人の恋路の応援に入っただけで基本的な繰り返しは変わらなかった。3話でも同じ展開だったし、今後も追加キャラが入るとは思うのだが、もともとラブコメがさほど好きではないので、視聴停止してしまった。なるほどね。次は4話で切った一条間満喫暮らし。意外とハマらなかった。ハマると思ってたんだ。女の子たちの個性も立ってたし、うち二人はゲーマーと配信者で、漫画喫茶との親和性もあった。だが、彼女たちの言動がふわふわしていて、妖精を見てるみたいだった。経営者のリエが大金持ちといえど、リエの母親が経営を解いてるそばから無駄金を使わせていることに一貫性のなさを感じた。もうちょっと現実に即した目標とか展開がある作品かと思ってたんだが、可愛い女の子をめでるファンタジーアニメと感じた。視聴停止はしたが、どの作品も良いところがあったと思う。自分に合わなかった部分が好みの方は、見てみたらどうだろうか。次は、切ろうか迷ってる作品、5作品だ。まだ切らないってことは期待も残っているんだね。そう、不満が40%前後くらいな作品だ。最初は、カミーナボタン、酔える姿は百合の花。落ち着いた雰囲気や女の子の動きの繊細な描写は良いんだ。ただ、食レポ系はあまり好みじゃないのと。ボタンちゃんが魅力的ながら、性ある女に感じることがあってな。ハンガンビーキとは思うが、かなでちゃんを応援したくなってしまう。ああ、ちょっとかわいそうだよね。あと日常話な割に、ドラマチックすぎるというか、やや演出過多に感じる時もある。切るほどでもない気もするが、ややストレス値が高いんだ。次は、頑張れ中村くん。あれ、島岡の汚い絵だ。1話見たシリーズでは公式絵使ってたよね。天才禁止、を見落としていた。ごめんなさい。ありゃ。さておき、絵柄は柔らかくて可愛らしく好感が持てる、エンディングの夏メロも世代的に楽しめる。だが、主人公の中村くんへの好感度が、ゼロなんだ。主人公なのに。ストーリーによってはそれでも問題ないんだが、この作品は片思いの中村くんの奮闘が中心だ。中村くんを応援したくならないと面白さが半減してるように感じる。中村くんは、恋愛に関しては今のところ割と自己中心的だ。好きになった広瀬くんの気持ちを考えるより、自分がどうすれば彼に近づけるかしか考えていない。でも中村くんは人と話すのが苦手なんだよ。まずは近づくことからでしょ。確かに、初手で手間取っているから、相手の気持ちまで考えが回らないのはわかる。なので、マイナス評価にはならないのだが、それ以外での高評価ポイントがないんだ。困ってる人を助けてたとか、家族には優しい一面とか、広瀬くんへの害をひっそり対処してたとか。ベター。ベタでもいいんだよ。中村くんを応援させてくれ。ベタと言われただけあって、この後そういう話が来ると期待している。次は、クラスで2番目に可愛い女の子と友達になった。
最初は、主人公に自分を投影していたので楽しかったのだが、もともと苦手だった、クラス一番人気の天海優が、二人の中に入り込んできてストレスになってきた。オタクに優しいギャルはいないの方が、この作品で期待していたものが実現できているのもあって、こっちは見なくてもいいか、という気分になってきている。優がさらっと退場してくれれば継続しそうだ。次は、また殺されてしまったのですね、探偵様。探偵者なのに、謎解きされても驚きや関心があまりない。昨夜もあまり魅力を感じない。リリテアちゃんやユリウちゃんで見ているような気がする。以上。短っ。最後は、姫騎士はバルバロイの嫁。絵柄や雰囲気は好きなんだが、セラが女子学生みたいに甲高い声でわめくのが少しきつい。騎士として肝が座っていただけに、なぜそのような態度になるのかとギャップを感じる。ベイオルがセラを、普通の女の子みたいに扱うからに決まってるじゃん。なるほど。騎士然としていたセラが、女の子に戻れているという表現なんだな。知らんけど。あと、セラが説明しすぎだと感じた。ベイオルはこういうつもりだったんだ。この人たちはこうだったんだ。と、見ていればわかることを全部セリフとして説明してしまうのが、少し野暮に感じたかな。なんだか、ツッコミが細かい気がする。出だしの期待値が高かった分、ちょっと辛口になっちゃうんだよ。なるほど。そんなわけで、2026年春アニメ、1ヶ月経って、切った作品と切ろうか迷っている作品、は終了だ。もうちょっと減らさないときつそうだね。だなぁ。それでは、また次回。またねー。